はいどうも、今日はですねイワシでの目摘みをやります。まあねいきなりやり始めてもいいんですが、そもそも目摘みって何かっていうところも含めてね、その効果も合わせて説明したいと思いますので、ゆっくりご覧になっていただければと思います。じゃあ早速やっていきます。じゃあさっきのイワシでなんですが、まず目摘みって何かっていうところからね始めていきましょうか。目摘みというのはですね、今ここに見えてると思いますが、これ新しく伸びてきた芽ですね。これがですねそのまんまにしておくとバーッと伸びていっちゃうので、それをですね一定のところで切って止めるっていう作業が目摘みになります。まあよく言われているやり方としては、ここですね、ここに葉が今元の方2枚あるんですが、この2枚を残してチョキンと切っちゃうと、こうやって切っちゃいます。手でつまんで取ってもいいですし、ハサミで一個一個取っても大丈夫です。もうこれだけです。でこの作業にですね一体どんな効果があるかっていうと、まずですね葉を小さくすることができるっていうことと、あと枝をですね増やすことができるようになります。こうやってね伸びてるところをねそのまま伸ばしちゃうと、このまままっすぐ伸びちゃって、で特に曲もなくずっと勢いよく伸び続けます。それをですね一回ここで止めとくと、この次にまた芽が出てくるので、それを使ってこう2つに分かれたりとか、違うところから出てきて他の枝になったりっていう風にどんどん枝を増やすことができます。元気な枝は枝というか芽か、元気な芽はどんどん伸びちゃうので、例えばそれがこの頂点部分の芽だったりすると、これだけわーっと伸びちゃって下の方は弱くなったりしますし、あと全体をですね伸ばしっぱにすると、この状態からこれぐらいになります。これぐらい。そうすると今度中の方に光が入らなくなるので、外の方が茂るから光が入んないんですよ、中の方に。そうすると今こうせっかくね幹とかね枝の元の方にいっぱいこう葉や枝があるのに、その部分がですね光が当たらないことによって葉がどんどんなくなってきます。で外だけもっさりして中だけスッカスカになっちゃってですね、とっても悲しい感じになります。盆栽はですね基本的にこう小さくまとまったこうコンパクトにする、締まった状態っていうんですけど、締まった状態にして、あと枝から葉の部分が、できるだけ短い、これ、腕が短いとかそういう風に言うのかな、そういう、小さくまとまった木にしたいものですから、そうやってこうですねどんどん伸びてくる芽を止めつつ枝を増やしてコンパクトにしていくと。ただですね全部やってると一向に木がこうちゃんと形にならないと思うので、例えばこの木でいうところの若干この辺りが足りない感じだと思うんですよ。ここもうちょっとなんかあると全体として、こうか、ここにもうちょっとなんかあると全体として木がこうバランスよくなるよなっていう感じなんですけど、何も考えずにね昔頭を飛ばしちゃったんで、ちなみに頭飛ばす時は次に立て替えるシーンを一応見つけといて、それを伸ばしていく目的でこうズバッと切った方がいいですね。それ食うの？まあいいか。はい。で、今回だとそれを作るためにちょっとこの辺のだけ切らずにこう伸ばしといて、伸びたところあと針金でちょっと曲げとくとかってやるといいかなと僕は思ってますが、だいたい枝が増えてですねそんなに伸びなくなってきたんで、ちょっとずつしか進まないし、僕はねもともと針金でこうどんどん作るっていうよりかは、ハサミでずっとちょっとずつ作っていくのが好きなタイプなので、これはこれでね僕は楽しんでやってます。でちなみにですねどれもこれもそうやってこう枝を、細かく小さく作っていけばいいのかっていうと、それをやっちゃうとですね花が咲かないものもあって、春に咲くこれはズミですね、ズミとかこれはカイドウ、これも春に咲きます。こちらヒメリンゴなんかはですね今の時期剪定して、その後また5月とかにそれ以降剪定するとですね花がつかなくなっちゃうらしくて、僕はねそれに全く気づかずに去年1年間一生懸命枝作りしてたせいで、これ僕の言ってる回で記念樹としてみんなに配られたんですが、なんか僕だけ花が咲かなくてなんでなんだろうなってこうずーっと困ってて、聞いたら切っちゃダメだよって言われて、そうなんだっていうのにね今年やっと気づきました。しょうがないんですよね。僕ね
普通に花が咲くもの全然興味なくて持ってなかったので、たまたまね去年すごくこういろいろ花が咲く4月に花が咲くものが増えたので、突然こういうのやり始めてるので全く分かんなくてですね。なのでこうやってこうぐい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 ここから伸びてきちゃうんですけど、これを切っちゃうと翌年の春に花が見れないということになるので、花を見たいものはここで雌見をしないで伸ばしっぱで、花が咲いた後とか、花芽が分かるのが、翌年の1月ぐらいらしいんですけど、花芽がついてるのが分かったっていう時点で、不要な部分を切って落とすっていうのがいいっていうことですね。で、そうは言ってもですね、ずーっとその花を見るために枝を伸ばしっぱにしてると、一向に木の形は良くならないので、もし1本しか持ってなかった場合、これ姫リンゴ1個しかないんだけどってなった場合は、例えば今年は花を見るために伸ばしっぱにすると。で、翌年花を見たから、その翌年は枝を作るためにどんどん剪定するっていう風に、こう、各年ごとにやり方を変えるといいかなと思います。毎年見たいっていう場合は、もう一個買ってきて、こっちは剪定する年、こっちは花を見る年ってこうね、入れ替えながらやると、必ず花は見れるし、木はちょっとずつできてくるので、一本単体で見れば同じなんですけど、花が見れなくて悲しいってことはないと思うので、同じ種類をね、複数持ってるといいと思います。よし、じゃあ説明終わったんで、あとはザクザク切っていきましょうか。僕はですね、花じゃないよ。花はまだ咲いてないよ。水やりをしながらですね、こう切れそうなところ、ちょっと伸びてきて、もうこれは簡単に切れるなと。変な風に浜で一緒に切っちゃうことがないなと思った時点で、こう見つけたやつからこうパンパン切っていくっていうやり方でやってます。まとまってやるとね、結構忘れてるとえらいことになるので、その気づいた時にこう気づいただけやるっていう風にしてますね。で、あと個人的にこれ別に何の根拠もないんですけど、できるだけこう芽が出てきて伸びる前に切った方があんまり枝が伸びたりしない、葉も小さくとどまってるような気がしてます。気です。本当にそうかどうかは分かんないですけど、思いっきりビューッと伸びてから切るとどうしても葉がでかくなっているような気がするので、雌見をするとなったらね、もう早い段階から見つけちゃ切るを繰り返すと、それだけの余裕を持ってこう作業に臨みましょうということなんですけど、その方が思ったように作れてるような感じがしますね。で、ちなみに2葉残すっていうのはですね、小さい葉も含めて2葉っていうことなので、片方むちゃくちゃ小さくて片方普通の大きさなんだけどっていう時はそれで全く問題ないっていうことですね。それもやっぱり葉だっていうことで2枚残しで大丈夫と。で、そうすることによって来年も懐にね芽ができて、枝数も増えるし葉も小さいままで済むと、そういうことですね。はい、じゃあおおむね切れそうなところは全部切りました。で、これで終わりじゃなくてまた伸びてくるので、伸びた都度ですね、2葉になったところでまた切ってあげると。たまに同じところから伸びてきたりしますけど、それはどうするかはね、やってる方次第ですね。そこを強く伸ばしてもいいですし、そこはそんなに欲しくないなと思ったらもう元から切っちゃって別のとこから出てくるのを待つっていう方法もあるので、だいたい梅雨ぐらいまでは出てくるかな。それをひたすら切るという作業ですね。はい、じゃあこんな感じで今日はイワシでの雌見やりました。だいたい他の臓器でも同じですんで、似たような感じでね、挑戦してみていただければと思います。間延びするとね、ちょっとやっぱ木って格好悪いので、こうやってね、締まった木を作っていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。